おはようございます。今日はホイール、ジムニーのホイールを直していきます。これジムニーの純正のペッチンホイールです。でこれを冬用にスタッドレスタイヤ用にね使おうかなと思ってまして、結構ねサビが出てきちゃってるんで、この辺のサビ落とししてで綺麗に塗装してスタッドレスタイヤで組もうかなと思ってます。ちょっとねまだ時期的にはちょっと早いんですけど、ただ塗装してこれ塗装が乾いてからタイヤ組まなきゃいけないんで、ちょっと早いけど今のうちからね作業やっておこうかなって感じです。他の3本はこんな感じですね。どれもみんな同じように錆びてます。ちょっとこれが表側は錆びひどいかな。で裏はこっちもやっぱり錆びがありますね。久々の錆ですね。作業のやり方はボディの板金とかやってた時にね錆び落としと同じようにあらかたこう機械で錆び落とししてあげて、機械でやりにくいようなね細かいところは手作業でやっていくような感じで錆び落としやっていきます。エアバルブは新品に交換する予定なんで、切り落として外してしまいます。正直このホイールを直すよりかは現行の JB64 ジムニーとかの鉄鎮ホイール中古で買ってきて変えてあげた方が手間がかからないんでいいのかなと思ったんですけど、塗り直した方が若干安く済むんですよね。あと動画のネタにもなるし。ということで今回は修理という方向を選びました。ホイールの錆び落とし、ペーパー掛け終わりました。こんな感じでございます。ちょっとね前回の撮影から時間が経ってまして、どこまで撮影してたかねいまいち覚えてないんですけど、こんな感じでね表面の塗装を落として、で浮き錆表面ポロポロしてる錆は全部落としてみたいな感じになってます。裏はこうですね。でどうしてもね手の入らないところとかこう残っちゃったりとかしてるんですけど、こういうところは、錆転換剤にね頑張ってもらおうかなと思います。であともう一つ、ここのねホイールのリムのところですね、タイヤのビードが当たる部分、ここ普段だとあんまり塗装とかねやらないようにしてるんですけど、今回錆が出てたんでここも、ペーパーかけてね塗装しちゃおうと思います。元の状態はこんな感じでした。さすがにこんだけ錆が出てきちゃってるとタイヤ傷つけちゃいそうですよね。こういうねビードが当たるところとかはね塗装が剥がれてエア抜けとかなんか不具合が起こったら困るから普段あんまり塗らないんですけど、錆の方が多分タイヤが削れてダメージ出るかなって思ったんで今回はね塗装しちゃいます。他人の車のだとしたら塗らずにねもう買い替えをね進めるかなと思うんですけど、新しいホイールを買うようにね進めると思うんですけど、自分の車なんで最悪エア抜けたりとか何か起こっても、自分のだからすぐね対処できるし原因がわかるしっていう感じで今回は塗装しちゃいたいと思います。ホイールを洗剤で洗っていきます。ウォッシュコンパウンド。それじゃあこれ以上錆びないように錆転換剤入れていきます。必殺錆封じ染球です。もうちょっと、よいしょ。
3時間乾燥させたんでサフェーサー入れていきます。サフェーサー乾きました。こんな感じですね。最初黒いサフェーサーで塗ってたんですけど、サフェーサーなくなっちゃいまして、で途中からグレー、ダークグレーなサフェーサーに切り替わってます。サフェーサー入るだけでもやっぱりこう綺麗になりますね。ホイールがいい感じになりました。錆びてボロボロよりかはサフェーサーだけでも全然綺麗なホイールになったような感じがします。よく見るとね、こういうつなぎ目とか細かいところね、ボツボツクレーターみたいになってたりするんですけど、もうこればっかりはねどうしようもできないんで、もうこのままいっちゃいます。塗装は表と裏別々で塗るのがちょっとめんどくさいんで、サフェーサー入れた時と同じように台に吊るして塗装していきます。表裏同時に塗るのもね意外とめんどくさいんですけど、一回乾かしてマスキングしてもう一回塗るっていう方がよっぽどめんどくさいんで、まだこっちの方がいいかな。ただね、塗り方間違えるとこう裏塗ったミストで表側バサバサになったりとか、意外とね塗装するテクニックはね必要になるんですけど、まあ大丈夫でしょう。塗っていく色はタカラ塗料のウレタン二液艶消しの黒。無難なところを選んでみました。まあ無難っちゃ無難なんですけど、これね絶対ジムに似合うと思うんですよ。まあ、別にメッキとかシルバーとか、まあ、色ついたホイールとかでも全然似合うと思うんですけど、やっぱり下回りこう色味を黒にして合わせた方が統一感出るかなと思って、というか下回りをね黒にすると視覚効果で背が高く見えるんですよね。そうインプレッサとかほらスポーツカーって屋根が黒くなるじゃないですか。これ背を低く見せるためにね上を黒くするんですよ。で下は明るい色で膨張色にして視線をね下に寄せるような感じにするから車が低く見える。だから逆にこういうリフトアップ系の車は上を明るい色にして下を暗い色黒とかでまとめるとよりこう下の隙間感があるように見えるから、下回りはね黒にした方が背が高く見えると思います。正直ね冬道で走るスタッドレスに履かせる予定のホイールなんで、まあ雪道走るとやっぱり氷とか踏んづけてねホイールガリガリになっちゃったりとか、エンカルでねすぐ錆がまた出てきちゃったりとか、まあいろいろとねすぐボロボロになる条件は揃っちゃってるんで、だからでタッチアップとかしてもそんなに目立たないから、艶消しの袋の方がスタッドレスにはね向いてるんじゃないかなと思ってこれ選びました。お待たせいたしました。それでは皆さんご一緒にせーの塗装タイム行ってみよう。ありがとうございました。塗装終了。
塗り終わってから1時間ぐらいですかね、ちょっと乾かしてました。そしたら自然にツヤが引けてきて、こんな感じのツヤ消し具合です。パッと見はね綺麗に塗れてるように見えるんですけど、今日ねなんかこう小映えみたいなのがいっぱいなんか大量発生してて、カメラに映んないかな、なんかねちょっといっぱい飛んでるんですよこれ。映るかな。これこれほら、なんかね羽ありのようなね、小映えのようなね、これがいっぱいいるんですよ今日。ここにもいる、これ。ここにいて、ここにもいて、こっちにも。ピントが合わない。あったかな。もういっぱいいるんですよこれ。このねシンナーの甘い匂いにねつられてくるんですよね。で塗ってるとねペチペチこうくっついてね、だからついたらこうちょっとこう乾かしてペーパーで払ってまた塗り直してみたいなね、そんな感じの塗装の一日でした。やっぱこの時期の塗装ダメですね。虫がいっぱいくっついちゃって。春先とあと秋か、春と秋の塗装はね虫との戦いになっちゃうから、あんま塗装に向いてないですね時期的に。やっぱ塗るんだったら真冬か真夏かどっちかかもしれないですね。艶消しの黒なんでそこまで目立っては見えないと思うんですけど、よーく見るとね結構あらがあります。今回の塗装は結構あらがあります。もともと結構サビサビでボロかったホイールだから、このホイールがダメになったらまた次新しい鉄鎮ホイール探そうと思います。ほらまたくっついてる。ここに飛んでった。塗装後3日経過しました。もう完全に乾いてます。指で押しても指紋残らないぐらいガッチガチに固まってます。で普通だったらこのままタイヤ組んで、違う、タイヤ組む前にね普通だったらやらなきゃいけないことがあるんですよ。こうホイールのナットにこのテーパーの部分にペーパーくっつけて、でこうやってこのホイールナットが当たる部分ですね、この部分のテーパーを塗装を落とさなきゃいけないんですよね本当は。こういう風にしてペーパーで落としていくというか、そういう風にやらないとここのね塗装が肉痩せしたりとかして、ナットが緩んだりするんで、普通だったらこうやると思うんですけど、ただこれ自分の車だしタイヤ組むまでにねまだあと1ヶ月ぐらいあるんですよ。で1ヶ月も放置すればもう完全にね肉痩せとかもある程度収まって、ホイールのナットの緩みとかもね出にくくなるんで、別に今回はここのナットの塗装とかは落とさずにね行こうと思います。自分の車なんで、ナットが緩んできたかどうかをこう定期的にね緩んでないか確認できるっていうのがあるんで、もしこれが他の人の車とかでやったんだとしたらナット緩んだりしたら嫌だから、こういうところのね塗装とか落としたりするんですけど、自分の車なんでここはやらずにそのまま行きたいと思います。ということでとりあえずこの鉄鎮ホイール、タイヤ組むまでにあと1ヶ月近くあるんで、それまでちょっと放置という感じになると思います。雪降ってくる前にねこれにスタッドレス履かせて、でそれはメインのチャンネルの動画でアップしていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もご覧ください。バイ。